Hello everyone, welcome to the Lemon School channel. こんにちは、レモンスクールのエアキーです。Hello everyone, I'm Mai from ABC Club. ABC クラブの Mai です。発音が苦手な先生をサポートするプロジェクト第3回です。今日はあぶくど読みまたはあぶくど読みについてやりたいと思います。で、これすごくいいシステムなんですけど、これ名前変えなきゃいけないんですよ。この名前だと逆に発音が悪くなっちゃうんですよ。で、舞先生もこれ使ってますよね。はい。どんな感じでやってますか？ちょっとやってもらっていいですか？はい。A、A、B、B、C、D、D。ありがとうございます。で、皆さんね、こういう感じでやってると思うんですけど、ちょっと変えなきゃいけない部分があるんですよ。じゃあ今日はその話をしたいと思います。あぶくど読み、またはあぶくど読み。今日は3つ気をつけないといけない点をお話しします。まず第一に、あぶくど読みというから、あだと思っちゃいますよね。でも、あじゃないんですよ。実際に小学校で英語を担当されてる先生方とあぶくど読みの話をしたときに、これあだと思ってました。あじゃないんですね。っていう感じで結構感動していただいたことがあります。英語の A はあじゃないですからね。英語の A はあじゃないです。これは日本人の発音ミストップクラスの項目ですからね。日本人の発音ミストップクラスなんですね。そうなんですよ。ここはどうしても直したいんです。じゃあ絶対直しましょう。はい。これ他のアケ母音とかの動画でも話してるんですけど、A をあって言っちゃうと実際通じないし聞き取れないんですよ。アメリカ英語のいわゆるフォニックスでいうショート A、発音記号のこれは日本語の母音よりも2倍くらい長いんですよ。で、しかも日本人に言いやすいのは air みたいに完全な二重母音にしちゃうことです。アメリカ英語だと地域によって実際そういう発音ですからね。これがいいと思います。例えばアメリカのアイオワ州の A の音声です。air, air. だから air。そこまでエアみたいに二重母音にしちゃっていいんですね。そうですね。もう二重母音です。エアですか？そう。いい感じです。だからアキ先生じゃなくてエアキー先生なんですね。そうなんですよ。これまでアキ先生って呼んでましたけど、これからはちゃんとエアキー先生っていうことにします。ぜひそう呼んでください。っていうか、第1回、第2回でそう呼んでほしかったですね。エアキー先生の名前呼んでなかったですからね。そう、呼んでもらえなかったんですよ。それはさておき、次に2つ目の問題点、B、C、D 見ていきましょう。舞先生、もう一回言ってもらっていいですか？この3つ。B、C、D、これ、ブじゃなくて、バなんですよ。英語では、うじゃなくて、あをつけるんです。正確に言うと、発音記号の E の逆です。B、じゃないんですね。じゃないんですよ。今まで普通にうをつけてました。じゃあ今度から B、C、D、っていうようにします。はい、ぜひそうしてください。ただ M とか S とか、S みたいに子音自体を伸ばせる場合は、とか、S とかって子音だけで発音したりしますけど、B とか C とか D みたいな破裂形は、英語ではあをつけるんですよ。M とか S も母音をつける場合は、すじゃなくて、さっていう風にあをつけます。それで、英語は子音だけで発音するんじゃないのか、英語に母音をつけるのかって思う人も多いんじゃないかと思うんですよ。でも英語は基本子音だけで発音しないんですよ。英語はシラブルっていう単位、つまり英語の拍ですね。拍単位で発音するんです。だから子音だけで発音すると思ってるうちは絶対に英語のリズムって身につけられないんですよ。これは私のレッスンで詳しくやってるんですけど、シラブル、つまり英語の拍は、理屈は簡単なんですけど、ノンネイティブがこの感覚を身につけるには結構時間がかかるんですよ。しかも正しく練習しないと感覚が身につかないんです。そのシラブルっていう英語の拍の感覚を身につけるためにも、日本人にとって大事なのは、あをつけるということです。なるほど。それで、うをつけると、口を丸めちゃうのがいけないんですよ。確かに、ぶって言うと、唇丸めちゃいますね。丸めちゃダメなんですね。そう、丸めちゃダメなんです。で、実際口を見ると、必ずしも実際そんなにはっきりうって言ってるとは限らないんですよね。実際の口の動きはやっぱり英語だから、ただのうじゃなくて何か特別なことしないといけないみたいな気持ちもあると思うんですよ。でも丸めるというイメージを持ってる人が少なくないんですよね。あと、see、くみたいに、くを無声化して言う人が多いですけど、see、くって、かを無声化した方がいいですね。
し、く、く、じゃなくて、し、か、か、ですね。そうです、そうです。だから、BCD はカタカナで書くと、ブ、ク、ドゥじゃなくて、バ、カ、ダです。A がエアだから、アブクドゥではなくて、エアバカダ読みです。エアバカダ読み。エアバカダ読みですね。そう、エアバカダ読みに変えないと、アブクドゥのままだと、せっかくいいシステムなのに、逆にみんなの発音が悪くなっちゃうんです。なるほど。最後、3つ目の問題点。舞先生、第1回の動画で英語の音がいくつかってやりましたけど、覚えてますか？いきなりテストですか？抜き打ちテストです。母音が13個で、子音が24個。合計37個。おー、さすがですね。37個です。でも、エアバカダ読みだと A から Z まで26個しかないじゃないですか。確かにそう言われてみるとそうですね。まあ、教科書によっては CH とか SH とか2文字のもいくつか扱ってますけど、やっぱり足りないんですよ。しかも母音は13個のうち5個しか扱ってないですよね。子音も日本の英語教育では存在感が薄いけど、実はよく出てくる子音もあるんです。さらに言うと、音的にはダブってるものもありますからね。例えば C は、音は K か S と同じ。Q も K と同じ。X は KS または GZ と同じですからね。音がダブってたり足りないものもありますもんね。そうなんですよ。だから、エアバカダ読みだと肝心の音がいくつあるかがわからないんです。じゃあ、やっぱり第1回でやった37音があくまで土台ということなんですね。そういうことです。だから37音をエアバカダ読みで練習すれば完璧です。37音に対応する最も基本的な綴り字をエアバカダ読みで練習するということです。エアバカダ読みです。き先生、はい。確かにエアバカダ読みの方が発音は良くなりそうですけど、ちょっと響きが良くないんじゃないですかね。ああ、確かにこのバカっていうところ私もちょっと気になってるんですよ。だけどスペイン語でバカって牛っていう意味らしいんですよ。だから牛だと思えばいいんじゃないですか。なるほど。でも、スペイン語関係なくないですか？ああ、まあスペイン語関係ないですけど、この機会にぜひね、英語以外の言語にも興味持ってもらえたらなと思います。ということで、皆さん、舞先生についていけば間違いありません。舞先生を応援していただける方、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。